すごい超テンション上がりますよ、こういうところで戦えるのは。ライジンフェザー級タイトルマッチ、ブガール・ケラモンアゼルバイジャン VS 鈴木千尋日本。Bu kəmərimi özüm qoruyacağam. Hələ 2 dəfə də bunu qoruyacağım. 1 il məndə bu kəmər qalacaq. İnşallah. I'm gonna save my title. 僕だけ日本人で行って普通に会見してよろしくお願いしますって言って帰るのってわざわざ1日かけてアゼルバイジャン行ってるのがアホらしいなと思って、これ行っちゃおうかなと思って。今ここでやってもいいぜ俺は。 Wherever you are. 俺が絶対チャンピオンだったんだよ。覚えとけよ。Mutlak ben galip geleceğim. せっかく日本からアゼルバイジャンに来たんだったら本気のケラモン選手を引き出そうかなと思って。チャミチキの僕腕と首掴まれた時に失神するかと思ったんですよ。ぶっ殺してやろうと思いましたね。ああこんなやろうと思って。第4代リミット66キロライジンフェザー級王座決定戦。レディーファイト。さあその連覇タックルだ。倒しきるか、踏ん張るか。ポイント倒しました。さあ戦いの肩を固めてる。右だ近藤無用の指示。Bugar Keramovです。第4代王者です。Necə arzulayırdım elə də oldu. Yəni daha da mən istədiyimdən daha tez oldu. Mən fikirləşirdim ki, yəqin 3 round, 2 round döyüş gedəcək. Amma mən istədiyim daha tez oldu. Daha çox yaxşı oldu. Yəni sevinirəm. Suzuki Chihiro.一発目が会見だったんで、やっぱ国民みんなあいつやべえなみたいな、ケラモフ頑張れってなってると思うんで、それが僕は逆にいいと思ってて気性は荒いのかなと思いました。運転とかもすごいみんな荒いですし、クラクションとかめちゃめちゃ鳴りますし、そういう事故とか超多いんですよ。あの国でやっぱいる限り絶対気性荒いと思うんで、会見がそうじゃないですか。すごい本心がこう見えたんで、あの後ホテル内探してましたかね、僕のこと。ちょっと怖かったっすわ。マジで？はあ、100% の殺気であふれたケラモフを倒してチャンピオンになることにやっぱ価値があると思ってて、これ日本のプライドかけてアゼルバイジャンに乗り込むんで、全員ケラモフの応援してやってくれっていう。で僕が KO して全員がっかりさせる、その展開が一番格闘技で僕は望んでることなんで。Pitbull'la döyüşəblər deyəsən, arası 3-4 gün qalmış razılaşıblar. Travmasız, əzizsiz yarışa gəlsin və rahat olmayacaq, amma ki yenə də mən qalib gələcəm. Nihon でいうとオリンピアンというかオリンピック競技の人たちが使うナショナルトレーニングセンターがあるじゃないですか。これは格闘家は使えないですよ。でもアゼルバイジャンはナショナルトレーニングセンターの中に MMA の部門が使えるスペースがあって、驚くほど素晴らしい環境でトレーニングしてるんです。Bugar Keramov çox məsuliyyətlidir, işgüzərdir. Hər gün səhər axşam məşqləri demək olar ki buraxmır. Mən deyərdim ki, daha da sevinirəm. Mən əvvəl vuruşurdum Azərbaycanda, çoxdan da vuruşmuram, arası bir 7-8 il olar mən Azərbaycanda vuruşmuram və istəyirdim ki, Azərbaycanda vuruşum. Ya düşünürəm ki, yəni mən deyim ki, publikanın köməyi elə şey olmur. Yəni mən fikirləşirəm, yəni 2 nəfər ringə giribsə
対、ケラモフがあります、どっちが勝つと思います？キャリアとか実力とか見たらやっぱりケラモフ有利っていうのはまあ揺るがないとは思うんですけど、何かを起こしそうな雰囲気を持っている鈴木選手は本当に強いですね。レスリングも速いし、その寝技もできますし、穴が非常に少ないんですけど、でも荒いところがやっぱありますよね。打撃の荒いところもありますし、レスリングも丁寧なレスリングっていうよりもこのフィジカルの一瞬のこの爆発力を使うちょっと雑なレスリングなんで。いきなり来たシングルレッグ。相手何やってくんのってきたら、もうまず片足タックルが1個絞れるんで、膝バーン合わせて終わらす。上げろ、まず頭上げろ。ゴミから何を？ムさんはまあいっぱいあるんですけど、まあ、一番は風邪ひくなって言われました。だからムさんも本当先手だから先手一生で取ってけって言われたんで、もう先に僕が手を出す。さあ最初にスッと中央を取りました鈴木千尋です。左右のフックもう入れてます、はい、入れてますよ。はい、高田さんなくすものはないですもんね。ないですね。前回と一緒でもうひるむなって下がるなって言われて、ずっと前に出続けろって言われて、なんか1ラウンドからもう速攻で倒す気でいかないと、格闘技は本当に先手が大事なんで、僕が良くない試合する時って大体僕が後手回る時、いつも相手を観察してから試合を作り始める時ってやっぱ試合の流れは僕は基本悪いんですよ。僕は知識で頭で戦うファイターじゃないんで、だからそこを相手に上回れちゃうんですよね。で逆に感性は僕はずば抜けで強いんで、その時の感性で戦うのが一番なんだなっていう。でもプランで言うなら1ラウンドで最低5回のアタックチャンスを作るんですよ。それを5分3ラウンドなんで15回の中で KO する。それが僕の今回の試合のテーマになるのかなと思って。殴り合いを誘発させるんじゃない千尋君って。1個テクニックがあって、相手を打ち合いに乗せるその打撃の配分があるんですよ。相手の視線をこの上下させるのがポイントなんですよね。でプラス左右入れるとテイクダウン狙いたくなくなりますね。さあ目線が上下しないとポイントがやっぱ定まるんで取りやすいです。テイクダウンは簡単に言うとライオンがウサギを狩る時みたいに、ウサギがちょこっとしかこう動いてなかったらもうバーンっていけるじゃないですか。でウサギが前後左右バンバンバン動いてたらちょっとタイミングをいつ行こうかなってこう失うんですよね。そういうのをポイントで絞って打撃をどう使うかっていうのを考えてやりますね。勝ったら大晦日どうするかとか。もう何でもやりますよ。当たり前じゃないですか、チャンピオンなんで。ライジンにもいっぱいいますけど、透かしてる選手がすっごい嫌いで、何を目指して格闘技やってるのっていうのが僕の中でポイントだと思ってて、お金も地位名誉も全部含めてそうですけど、その目的が選手見てどこにあるかが、まあ大体皆さんも分かると思うんですけど、誰が今格闘技の中心にいるのって言われたらそれは僕ですし、それは勝ってるんで。これ昔から言ってたじゃないですか、結局実力が全てで、格闘技は実力の世界なんで。格闘がなめんだよ。いいからお前出ろよ、出ろよ、出ろよ。はい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 。気合入りました。やってきますやってやんぜ。20代の僕らが金谷さんをもう失神させて、もう無理だなって、もう若手には勝てねえわって思わせて舞台を晒してあげなきゃいけないんですよ。それが若手の僕らの仕事ですし、今雷神にいるベテラン勢を一掃するためにも僕らが引退させてあげなきゃいけないなと思います。だからそのうちの朝倉選手も一人ですし、だからそれを求めてるんじゃないですか。い
я делаю не то, что я и моя команда делаю проставлять свою страну. Bundan qabaq götürmüşəm və mən bu arena götürməmişəm. Yəni bu inşallah bu kəmər elə bir il məndə qalacaq. Yəni döyüşmək istəyirsə, kişilərimizə maksimum bir dənə şəkil çəkdirməyə icazə verərəm. Amma belə saxlamayıq. Noyabr. 前に出てきたワンツー抜きたいところ倒していったİzləyirdim döyüşlərin, baxırdım və deyərdim ki, yaxşı uşaqdır, cavandır, yəni ki, biraz nə deyimsə, istiqamlıdır. Yəni özünü tərcümə eləsin o şeyi. Yəni belə cavandır, yaxşıdır. Düşünürəm ki, rahat olmayacaq, amma ki, yenə də mən qalib gələcəm. 見せたいじゃないですか。日本人が今舐められてるで、日本人がベルトを取る。今日本の MMA、日本の格闘技のためにもやらないといけないですし、僕の夢のためにもやらないといけないんで、なめんじゃねえよっていう気持ちで溢れてるんですよ。稲妻落としてやったぜ。Təbii ki, mən öz ölkəmi sevirəm, millətimi, xalqımı. Yəni bu daima torpaq uğrunda, vətən uğrunda mübarizə əzmi ilə yaşamaq ümumiyyətcə mən deyərdim ki, Azərbaycanlara xasdır. Amma buna baxmayaraq mənim Rizin həyatımda ən böyük dəyişikliklərdən biri mən demişəm ki, həmişə deyirəm ki, Rizin mənim həyatımı dəyişdi. Nə barədə? Yəni dünyada tanınmaqla. Təbii ki, biz bu ölkənin çörəyini yeyiriksə, suyunu içiriksə, ümumiyyətcə, belə deyək də, vətən sözü qanla yazılıb. Təbii ki, vətən sözün böyük bir mənası var. Təbii ki, mənim üçün maraqlıdır, belə uğurlu hisslərdir, yəni çox maraqlı hisslərdir mənim üçün və Azərbaycanda vuruşmaq təbii ki, böyük bir məsuliyyətdir. Maraqlı olacaq, yaxşı döyüşlər olacaq. I think Tawfiq Rizin star and Japan. Many Japanese people, they hear about country. They know about country Azerbaijan because Tawfiq. Tawfiq now tough fighter. Xarakterli idmançıdır, güləşəndir, yəni dözümlü idmançıdır. Hər bir vəziyyətdə mən ona qalib gələcəm. He's a champion. He's a champion. なんとか最後パウンドウサイフが打ち込んできた。 Fərqi yoxdur. Luis Gustavo, Satoshi fərqi yoxdur mənim üçün. I am ready. ホイックンサイ選手との試合も2連敗しているこの状況で、なんでそんな選手と武田浩二が試合できるのかって普通はないんで、だからこそライジン榊原さんには感謝したい。言葉だけじゃ感謝って伝わらないと思ってるんで、僕はそれは何かで表現するのは何って聞かれたら格闘技で勝つことしかないんで、打たれてしまうやっぱ消耗ファイトスタイルなので長くは続けられないかもしれない。だから僕はもうギュッと詰めてやり込んでるタイプだと思って、死んでもいいですマジで。もう終わっていいです別に、これで格闘技の人生がそんぐらいかけてますね。
やったらいいことって僕が付き合いといけないのはもう承知してるんで、子供の時からレスリングをやってきたんです。だからその組の展開を生かしたいなと思います。中間距離が一番僕はキーだと。バック取ったら自分がバック、最後自分がそっち。勝ちパターンはスタミナ勝ちするっていうドロドロの展開にしていく。負けパターンっていうとやっぱり相手はもう完全なストライカーなんで、1ラウンド目の右フックとかハイキックとかもう右の攻撃やっぱすごい強いんで。そうですね。一発もらってフラッシュダウンしてからギアが変わるのはあれは何ですか？あれは分かんないですよ僕も。だけど多分自分より強いやつやったりとかする方が燃えるし、綺麗な試合はまあ武田は厳しいと思います。それはできないんで。海外遠征というか一つこうなんか大変だなと思うところもあるんですけど、レスラーの人からあんまそこ関係なかったりするんですか？全然はい慣れてます、はい、そこのアドバンテージはすごい大きいと思います、はい、ハンガリー行ったっすよね。そうね、やっぱ日本と違ってスケジュールがちゃんとしてなかったり、そう振り回されてることも想定しながらもう水のように生活してくれたり、ダバダノフ戦はすごいやっぱいい材料になってるとは思いますね。得意の強打の位置がやっぱムサイフと似てるし、あそこで得た反省があると思うので、それ同じことを繰り返さなければ地獄へ一緒に連れていけると思います、はい、ムサイフで。正直に言うともう怖くてたまんなかったんですよ。抱え込んじゃうタイプなんですよね僕って。うつ病になった時もあったし、まあいまだに毎日練習終わった後とかは泣いてんすよ。と言い方悪いですけど人ではないと思ってますね。もう人じゃないクラスの強さだけど、僕はそこに自ら足を踏み入れてるんで、普通の人では理解できないような領域にいる選手と僕は戦うんで、だから僕も獣になりきるしかない。今はもう肝は座ってるんでやるだけっすね。もうそれしかないですね。勝ちたい、勝つしかない。Məşhur idmançılardan olum. Mən də çalışıram onun arzularını yerinə yetirəm. Bugünkü gün o gün gəldi, çatdı. Mən də hazır ol, maraqlı döyüş olacaq. Hörmətlə yanaşıram və güman edirəm ki, maraqlı döyüş olacaq. İzləmədə qalsalar daha yaxşı. もう完全アウェー最高じゃないですか。アゼルバイジャンの国で英雄が負けただと。なんだあいつはふざけるな、生きて返すな。勝ってもうブーイング食らいたいです。そんなよくわかんない感情を作り上げてやりたいです。制圧とやることがいいな。生きてるって感じますからね。生きてる羨ましいなって思います。あんなきつくて最高なんだぜって。馴染んできたな。マジっすか。かっこいいよ。綺麗なジャイアンって言われてる。